ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、キスマイフット2お疲れ様です。フューチャリングサンドウィッチマンミュージックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ、まずはですね、キスタンの皆さんに謝らなければいけないことがあります。今回もですね、本来だったら I Miss You の歌声分析動画を公開する予定だったんですけれども、またもや予定を変更してしまい大変申し訳ございません。ここ最近嬉しいことに Kiss-My-Fut2 がですね、立て続けにミュージックビデオを公開してくれるので、そりゃ気になるでしょう。っていうことでですね、本当にね申し訳ないんですけれども、今回はね最新曲のKiss-My-Fut2 のお疲れ様です。こちらをですね歌声分析して公開することにしました。次回こそは I Miss You の歌声分析動画公開しますので、許していただけたらなというふうに思います。そして今回のお疲れ様です、なんとサンドイッチマンのお二人がフューチャリングとして参加しているということでですね、これはですね僕個人的にはすごく意外でした。そういった意外な気持ちでですね、今回も歌声分析をしたんですけれども、いや最高ですね。ミュージックビデオを見てサンドイッチマンのお二人が参加したことによって、すごく曲がですねいい意味でいつもの Kiss-My-Fut2 の楽曲と雰囲気がこうね変わったというか、すごくユニークな部分もあればかっこいい部分もあるし、でもそういったユニークな部分だけではなくて、サンドイッチマンのお二人が参加したことによっての Kiss-My-Fut2 とのこうなんか相乗効果的な感じでめちゃくちゃかっこよくなってるシーンもあるし、もう本当にね感想はたった一言最高、これにつきますね。そういったところをどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして今回の動画気に入ってくださった方はですね、ぜひ SNS で宣伝していただけますとつるさん喜びますので、ぜひともそちらよろしくお願いします。それでは早速 Kiss-My-Fut2 お疲れ様です、歌声分析 GO!おー、こういう感じね。ご飯食べんのかな。僕が今まで見た Kiss-My-Fut2 のミュージックビデオとはまたちょっと一味違う雰囲気で始まりました。お疲れ様ですっていうタイトルってことは仕事終わりとかそういうイメージなのかな。スーツ姿の Kiss-My-Fut2 っていう感じでね、なんかそんな感じしますね。そしてイントロの曲調は軽快なリズムでですね、なんか楽しいことが始まりそうな予感。続きいきますよ。あ、なるほどね。全員で歌った後に玉森くんのソロ、なんかねこの掛け合い的な感じがねかっこいいですよね。で今回玉森くんのですね歌声、いつもは声の太さだったり声の厚さをコントロールする胸の響き、胸腔共鳴と、あと言葉をクリアに発音したり、大きさによってはね声量のコントロールまでつなげることのできる口の中の空間、口腔共鳴、この2つがメインで歌声作りをすることが多いんですけど、今回はですね声のツヤ感をアップさせたり、主に声の音色関係ですね、そちらをコントロールする鼻の響き、鼻腔共鳴、こちらがですね多く使われている声かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、声がちょっとこう色気がありますよね。歌のフレーズがメロラップ的な感じなんですけど、歌声自体はすごくこう色気を感じる歌声というか、
で、全体的に躍動感をですね、表現するテクニック、スタッカート。こちら使ってますね。スタッカートって音を切るテクニックなんですけど、タタ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 タみたいなニュアンスありますよね。これ一つ一つの音を短めに切ってるんですよね。探るとですね、いろんなテクニック使ってますよね。次いきますよ。このね、ビリビリってした声質。これね、シャウトボイスっていうテクニックです。ここにある仮声帯っていう器官を使って、このビリビリしたニュアンス作り出してるんですけど、めちゃくちゃかっこいい声ですよね。二階堂くんかな？もう一回聞いてみましょう。で、こちらのラップもですね、全体的に結構強めにスタッカート使ってますよね。で、スタッカートって強めに使うとですね、ぐっとこうブレーキが効いたようなニュアンスがして、そのブレーキが効いた後の音がですね、強い音、アクセントっていう音に変わります。これが生まれることによってかっこいい雰囲気が出てくるんですよね。次いきますよ。今回千賀くんラップなんですね。ちょっと高めの音域でラップを歌っていたかなっていうふうに思います。で、高めの音域で歌のメロディーもそうなんですけど、歌うことによって声がですね、クリアに聞こえるんですよね。そういった狙いもあるのかな？めっちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。いいですね。で、子音もね、かなり強く発音をしていて、アクセントを作り出していますし、スタッカートも入れるからね、さらにこう躍動感が強調された感じになってますよね。次いきますよ。やっぱりね、全員で歌った時の歌声の混ざり具合が半端ないですよね。いや、素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。たまらん。もう出だしからたまらんですね。で、曲のテンポ感もね、ちょうどいいですよね。すごく心地よく乗れる曲調というか、テンポ感っていうかね、最高ですね。次いきますよ。オッケーだって、すごく笑顔が素敵ですね、二階堂くん。で、今ね、千賀くん映ってるんですけど、最初に聞いた一回し目のポイントと歌割りは一緒なのかな？全員で歌って、玉森くん、二階堂くん、千賀くんみたいな。こんな感じかな？で、今の二階堂くんもね、またシャウトボイスかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。やっぱこの OK でね、ほっこりしちゃいますよね。そう思ったキスタンの方いるんじゃないですか？いたらね、コメントで教えてくださいね。じゃあ次、千賀くんパート行ってみましょう。英語の発音が千賀くん素晴らしいですよね。この発音の良さがですね、これラップの滑らかな質感を表現してるっていうふうに僕は思うんですよね。で、高い音域で歌っているのに、声の力み感がですね、いい意味で感じられないんですよね。だから声がすごくストレートに耳に入ってくるっていう歌声に仕上がってると思います。もう一回聞いてみましょう。Almighty! ここがね、めちゃくちゃかっこいいですよね。素晴らしすぎます。次いきますよ。今のところは何人かで歌ってるけど、宮田くんの声にフォーカスが向いてるっていう感じかな。やっぱり今回のお疲れ様です。こちらの楽曲、テンポ感はすごくね、心地いい感じのスピードのテンポ感なんですけど、曲のビート感がですね、めちゃくちゃアグレッシブな感じなんですよね。だからゆったりしたテンポスピードでも自然に体が動くようなノリありますよね。そこにね、的確にリズムのアクセントをぶつけてる。最高ですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。かっこいいですよね。タタタタタみたいな感じの給付の付け方、音の切り方、そして子音の発音。もう完璧ですよね。次いきますよ。なるほどね。
今のところは、宮田くん、横尾くん、藤ヶ谷さん。藤ヶ谷さんはね、やっぱさん付けで呼んじゃうんですよね。ちょいちょいね、コメントで言われるんですよね。なんで藤ヶ谷くんだけさん呼びなんですかと。それはね、僕にもわからないんですよ。なんかね、最初、メラメラの時は、確かね、くん付けで呼んでたと思うんですけど、その次あたりからなぜかね、さん付けになってしまったんですよね。多分さん付けの方が呼びやすいからっていうのが理由だと思うんです。そんなね、大層な理由はないと思うんですけど。で、話は戻しますよ。今のところは、宮田くん、横尾くん、藤ヶ谷さん、この3人で歌っているポイントなのか。なるほどね。前半と後半で3人ずつ歌割りパートが分かれているっていう感じなんですね。もう一回聞いてみましょう。やっぱ藤ヶ谷さんラップうまいですよね。チャーチャ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 ーチャ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 みたいな感じで結構音の上がり下がりが激しいところなんですけど、しっかりかっこいい雰囲気を表現してますよね。やっぱね、安定感がすごいです。次いきますよ。なるほどね。こういう感じでサンドイッチマンのお二人は合いの手みたいな感じで声が入ってくるんですね。いや、見てて楽しくなりますね。もう一回聞いてみましょう。いつものキスマイフット2の歌声とサンドイッチマンのね、歌声が入ってることによって、いつもと雰囲気が違いますよね。すごくこうなんか楽しい気持ちになるというか。次いきますよ。なるほどね。なんか、自然とね、ニコニコしちゃいますね。すごくね、楽しいです。次いきますよ。やっぱりね、この全員で歌った時の歌声の一体感、そして安定感があるからこそ、この楽しいっていう気持ちがね、生まれてくると思うんですよ。歌っていうのはやっぱり聴いてる人たちがどういう風な感情を持ってくれるか、ここだと思うんですよね。で、ポジティブな気持ちを相手に伝えることができれば、最高とか、かっこいいっていう風に思ってもらえますし、で、ネガティブな感情を相手に伝えてもらったら、あまりいい評価をしてもらえないっていうかね。なので、キスマイフット2の皆さんとサンドイッチマンのお二人のこのサビのポイント、すごく楽しい気持ちになるじゃないですか。これはですね、さすがプロだなっていうふうに思いますね、僕は。素晴らしい。次いきますよ。もうね、笑っちゃうね。楽しい。すごく楽しい。で、サンドイッチマンのお二人がこう話してる内容も、どこかのネタで聞いたことのあるようなワードじゃないですか。なんか親近感が湧きますよね。そして Kiss My Foot 2の歌声ではないんですけど、振り付けもすごくこう楽しい感じというか、いつものね、クールでかっこいい感じではなくて、明るい気持ちにさせてくれるような振り付けっていうかね、ここもね、すごくなんか親近感が湧きます、僕は。次いきますよ。このね、A メロ的なこの部分、めちゃくちゃかっこいいですよね。このかっこいい雰囲気からサビの明るい雰囲気になるっていう、このね、ギャップがまたたまらないですよね。で、今のところはサビの明るくて楽しい雰囲気からかっこいい雰囲気に、こうシーンがね、ガラッと変わったみたいな、このギャップもたまらないですしね。もう一回その切り替わり聞いていってみましょう。やめとけ。で、楽曲の雰囲気なんですけど、ちょっとラテンっぽい感じのアレンジなのかな？なんか情熱的な雰囲気を感じますよね。めちゃくちゃかっこいいですね、この雰囲気。次いきますよ。かっこいいね。ここも1番と一緒で玉森くん、二階堂くん、千賀くんの流れなのかな？もう声の個性が一人一人もう全く違うって言っていいほど唯一無二の3人が歌いつないでるわけじゃないですか。このね、歌声のね、雰囲気の変化もめちゃくちゃかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。で、今のところの二階堂くんのラップ、すごくスタッカートを
入れているっていうのが分かりやすいポイントかなっていうふうにも思います。タッ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 タみたいなすごい切ってるんで、スタッカートってこういう感じなんだよっていうのがですね、分かりやすいポイントですね。次いきますよ。で、今の千賀くんのポイントはですね、多分あえてだと思うんですけど、スタッカートそこまで強く入れてないんですよね。おそらく千賀くんの前の二階堂くんのラップがものすごくスタッカートを入れていたので、その雰囲気と違いを出すために必要最低限のスタッカート、これで歌ってるんだと思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、音を切ってるってニュアンスがないですよね。その代わり子音をですね、1番よりも強く発音してるっていうところでリズム感を出してる歌い方になってます。次いきますよ。で、今の玉森くんのところは少しだけ裏声と地声、これをですね、行ったり来たりしているようなニュアンスが出ているポイントかなっていうふうに思います。なーみたいな、こういうちょっと泣きの歌い方っていうかね、もう一回聞いてみましょう。ほらほら、なななななみたいな、大げさにやるとね、ここまではっきりとは出してないですけど、この歌い方にですね、僕はね、色気を感じますね。次いきますよ。今気づいたんですけど、二階堂くんのラップはあえて低い音域を狙ってんのかな。玉森くんがやや高めの音域、二階堂くんが低めの音域、そして千賀くんがまた高い音域に戻るっていう、この音域の変化でも雰囲気付けをしてるんじゃないかっていうふうにも思います。すごい緻密なところまで考えて歌ってますよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。で、多分次の千賀くんのところでまた音域が上がるっていう感じだと思います。さあ、どうなるんでしょうか。聞いていきましょう。僕が思ってるほど音域は上がらなかったんですけど、でもちょっとだけね、こう音域が上がった感じになってますよね。そしてここのポイントで千賀くんはですね、またスタッカートを入れてリズムの躍動感を表現してるんですよね。いや、自由自在ですね。もう一回聞いてみましょう。ほら、開いてこうみたいな。結構強めに音切ってると思います。さあ、次いきますよ。今のところは横尾くんの声がすごく目立っていたポイントかなっていうふうに思います。最近の横尾くんの歌声、すごく鼻の響きがですね、強いんですよね。声の音色をコントロールする鼻腔共鳴。なので、声にツヤ感が出ている。プラス、鼻の響きを多く使うことによって、歌声のですね、横尾くんがもともと持っているであろう歌声の個性がですね、いい意味で前面に出てるんですよね。もう一回聞いてみましょう。そうですね。鼻の響きがやっぱ強いですね。それと口を多分大きく開けて歌ってるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。なんかね、言葉では説明しづらいんですけど、口を大きく開けた時の声の雰囲気ってあるんですよね。口を大きく開けることによって顔の表情も動くようになるので、ちょっとだけ口角が上がったような声の雰囲気が歌声から感じるというかね。あとは言葉一つ一つの輪郭がすごくクリアになっているので、そういった部分をですね、総合的に考えて口を大きく開いて横尾くん歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。なんかサンドイッチマンのネタ的な感じのシーンなのかな、ここは。すごくね、お二人の話してる声が目立つポイントっていうか、曖昧までこういう面白いようなシーンもあるんですね。もう一回聞いてみましょう。楽しいね。めちゃくちゃ楽しいですね。次いきますよ。
これは宮田くんですよね。もうね、宮田くんしか映っていないから当たり前の話なんですけど、すごくお腹の底から声を出しているようなパワー感を感じる歌声です。これどうやって出してるかっていうと、胸の響き、胸腔共鳴の響きがかなり強いんですよね。で、胸で作られた声を鼻に入れて、ツヤ感を出して歌ってるみたいな。胸で作った声のパワーを鼻で整える。こんな感じかな。もう一回聞いてみましょう。ほら。で、声を出す方向のイメージなんですけど、前方向ですね。声を出すイメージを前方向にすると力強い声が生まれます。逆に後ろに引くような感じで歌うとですね、柔らかい声になるんですけど、声を出す方向によってもだいぶ声質って変わってきます。次いきますよ。今のところも3人で歌ってる中で横尾くんの声が少し目立つようなポイントだったかな。もう一回聞いてみましょう。ほら。もしかしたら僕の耳が横尾くんの歌声を拾ってるだけっていう風な可能性もあるんですけど、3人の声がね、同じぐらいの音量の中、僕の耳には横尾くんの声が少し大きめに入ってきてるっていうかね。なのでキスタンの皆さんはもしかしたら宮田くんの声が少し大きいんじゃないかって感じる方もいるかもしれないですし、藤ヶ谷さんの声が少し大きめに聞こえるっていう方もいるかもしれないし、人によってね、感じ方はそれぞれだと思うんですけど、僕はね、横尾くんの声をね、拾ってしまいましたね、耳が。次いきますよ。かっこいい。ここではものすごく明るい声質をチョイスしてますよね、藤ヶ谷さん。で、声のバランスの作り方としては、宮田くんとすごく似てます。胸で声のパワー感を作って、鼻で声を整えている。こういう感じなんですけど、鼻の空間の使い方が宮田くんと藤ヶ谷さんでは多少違うかなっていう風に感じていて、宮田くんはどちらかというと、鼻の中の空間がこうあるとしたら、これをね、キュッてこう絞ったような鼻の使い方をしてるんですよね。こうすることによって声質の綺麗な部分を表現することができます。やりすぎるとちょっとね、聞きにくいような感じの歌声になってしまうんですけど、宮田くんはね、さすがですよね。すごく絶妙なバランスで鼻の空間作ってます。で、藤ヶ谷さんはどういう使い方をしてるかというと、鼻の中の空間がこうあるとしたら、これをですね、広くまんべんなく使ってるんですよね。そうすることによってツヤ感も出るんですけど、声質自体が明るくなるっていう風な現象が起きます。ここでは藤ヶ谷さん、そういった声の出し方をしてます。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、すごく明るい声ですよね。鼻の空間の使い方がですね、すごく絶妙です。あと多分レコーディングの時では口も結構大きめに開いて歌ったんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。口を大きく開けることによって口角も上がりますんで、口角がこう上がると声質明るくなりますよね。多分ニコって笑うほどは口角上げていないと思うんですけど、口をこうわっていうふうに大きく開けた時に変化する程度の口角の上がり具合、これが歌声から僕は感じるかな。すごくいい声ですよね。次いきますよ。このサビのスピード感とノリがね、たまんないんですよね。で、合いの手で入ってくるサンドイッチマンのお二人のこう語りみたいな感じもですね、いい感じのリズム感をですね、表現してるんですよね。普通に喋ってるだけっていう風に聞こえるかもしんないんですけど、これをね、ラップ的な観点で捉えると、すごくいいリズムを出してるんですよ。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、Kiss-My-Fut2 のメンバーが歌ってるメロディーのリズムとですね、いい感じでこう絡み合って、このね、曲のノリ、音楽用語ではグルーブって言うんですけど、このね、グルーヴ感を表現してるんですよね。次いきますよ。いやー、かっこいいですね。で、このサビのポイントなんですけど、結構音域高いんですよ。
で、ここで Kiss-My-Fut2 のメンバーすごい声を使っていて、この高い音域なのにそこまで歌声にですねパワー感が乗っていないんですよね。このぐらいの音域だったらかなり歌声からパワーを感じてもおかしくないんですけど、こうさらっと歌ってる感じの雰囲気が伝わってくる歌声じゃないですか。これはですね、体に無駄な力が入っていなくて、なおかつすごく難しいテクニック、ミックスボイスっていう声を使わないとこの雰囲気は出せないと思うんですよね。で、ミックスボイスってどんな声かって言ったら、地声と裏声の中間の声だったり、裏声と地声を混ぜた声っていうふうに言われています。コントロールがねすごく難しい声なんですよ。だからお疲れ様ですのサビ、これねうまく歌うにはかなり練習しないと歌えないと思います。次いきますよ。で、このサビの部分で全員で歌ってるポイント、さっきから声についてしか言ってなかったですけど、もう一つすごいところがあって、リズムがですね全くブレていないんですよね。で、今の話を聞いてそんなの当たり前じゃないかっていうふうに思うかもしれないんですけど、どのぐらいリズムを合わせているかっていうと、点と点をですねこうつないだぐらい一糸乱れないリズムなんですよ。これってすごく難易度が高くて、リズムっていうのは一番その人の癖が出やすいんですよね。例えばあって歌う人もいれば、あっていう風に歌う人もいれば、あっていう風に歌う人もいれば、こういう癖が出やすいんですよね。なので歌い方を全く一緒にしないとリズムって6人全員が揃うことがないんですよね。なのでおそらく Kiss-My-Fut2 のメンバーは全員で歌う箇所とソロで歌う箇所だと歌い方が違うんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。じゃないと全員で歌ってる時のこの統一感っていうのは僕の中じゃちょっとありえないかなっていうふうに思うぐらいすごいことやってますよ。次いきますよ。ほら、すごいね。本当にすごいですよ。いや、普段からものすごい量の練習してるんだろうな。これ毎回言ってると思うんですけど、Kiss-My-Fut2の新しい楽曲と新しいね曲の歌声を聞くと毎回そういう風に思っちゃいますね。そのぐらい素晴らしいです。次いきますよ。すごくいい声。誰だろうこの声。宮田くんかな。なんか声の質感的には宮田くんっぽいかなっていうふうに思うんですよね。で、先ほどまで使っていた胸の響きをですね、ここではあまり使ってないんですよね。じゃあどういうふうに声の響きが変わったかというと、口と鼻が中心になってます。で、その2つの中でも鼻の割合が多いかな。だから美しさとか声のツヤ感っていうのがものすごい出てるんですよね。もう一回聞いてみましょう。すごく綺麗な声ですよね。次のフレーズでは誰が歌ってるか映るかな。言ってみましょう。ほらほらほら、宮田くんだった。やべえ。僕やべえですね。当たっちゃった。でもさっき歌ってたところと今聞いたところ、メンバーがこう切り替わったなんてことないですよね。両方宮田くんですよね。わあ、なんか今すごい嬉しいですね。すいません。なんかテンション上がっちゃいました。で、今のポイントなんですけど、音域が一気に下がりましたよね。下がったんですけど、さっき言った鼻と口の声の響きの割合、ここは変わってないんですよ。もう一回聞いてみましょう。やっぱりこの前のフレーズと今のフレーズ、宮田くんの声ですよね。で、音域が低くなって声の響きの割合が変わらないとどういうふうな現象が起きるかっていうと、高い音域も低い声も声の質感がほぼ変わらない。こういう現象が起きます。普通ね、高い声って細くなるし、低い声って太くなるんですけど、ここがですね、うまく中和されて、高い音も低い音も同じような声質で歌うことができるんですよ。このテクニックを宮田くん使ってます。素晴らしいですね。次いきますよ。
この声も宮田くん、ここのフレーズ、地声とね裏声をこうひっくり返すようなニュアンスがすごく色気を感じるかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。すごくセクシーな歌い方ですよね。でも声の響きのバランス的にはやっぱ鼻と口なんですよね。僕の最終判断、ここのポイントは宮田くんなんじゃないかなっていうふうに思います。間違ってたらごめんなさい。次いきますよ。今回二階堂くんのですね笑顔がめちゃくちゃ素敵ですよね。でここはラップじゃなくメロディーを歌うフレーズですよね。ものすごく爽やか。もう一回聞いてみましょう。で声のバランスがすごくいいですよね。胸、口、鼻全部まんべんなく使ってる感じで、少しだけ鼻の響きが多いので爽やかさだったり色気だったりが出てる歌声なんですよね。めっちゃいい声。次いきますよ。ここが藤ヶ谷さんのラップか。かっこいいね。でここでですね藤ヶ谷さんあるテクニックを使ってるんですよ。それは何かっていうと息を止めるっていうことです。どこで使ってるかっていうとおつかれさまです。ここですね。おつ息止めて、かれ息止めてみたいな感じの歌い方してるんですよね。で息を止めることによってお疲れ様ですって聞こえるんです。ここ例えばおつかれさまみたいな感じで歌うとおつ一回言葉の意味が切れてかれでまた意味が切れてっていう風なニュアンスになってしまうんですよね。言葉をしっかりとこういったフレーズで意味をつなげるためには今みたいな息を止めるっていうテクニックが必要になってきます。もう一回聞いてみましょう。さっきの僕の説明はちょっと大げさだったかな。お疲れ様です。こんな感じか。藤ヶ谷さんの歌い方は息を止めるっていうところが僕がさっき説明した時よりも短いんですけど、いずれにしろねそのテクニック使ってましたね。で息を止めることによって止めた後の音がアクセントになるので、すごくこうね音がバンって前に出てきますよね。めっちゃかっこいい。次いきますよ。今の横尾くんのポイントもさっき藤ヶ谷さんが使っていた息を止めるテクニック使っていて、で最後の「サマーです」でちょっと音をしゃくり上げるような歌い方をしてますよね。ここがね可愛いですね。で今横尾くんが映像で口を横にこう開いて歌っていたと思うんですけど、おそらくレコーディングでもあの口の形で歌っていたんじゃないかって思います。そういう雰囲気を感じました。もう一回聞いてみましょう。一瞬しかね見えなかったですけど、そして字幕が入ってるので見えにくいですけど、おつかれみたいな感じで横尾くん口の形作ってるんですよね。で口を横に開くことによっても明るい声の響きっていうのが出るんですよ。そこを横尾くんの声からすごく感じました。次いきますよ。今のフレーズも口を横に開いて歌ってますね。多分明るい雰囲気を出したくてこの口の形をキープして歌ってんのかな。もう一回聞いてみましょう。いいですね。一声みたいな感じの声質、すごくいい声。次いきますよ。でここで千賀くんが胸の響きをしっかり使った男らしい声で歌うっていうポイントですね。もう一回聞いてみましょう。ラップもかっこいいっていうのは今回のお疲れ様ですで、おそらくね僕初めて聞いたと思うんですよね。千賀くんのラップはめっちゃかっこいいし、めちゃくちゃオールマイティーですね。次いきますよ。お疲れ様です。かわいい。まさかこんなシーンがあるとは思ってなかったので、すごくねほっこりしました僕は。
お疲れ様ですやりたくなりますねこれ。ぜひね2025年のトレンドワードにこうねノミネートされてほしいなっていうふうに思います。お疲れ様ですくどい。でもやりたくなる。癖になる次いきますよ。いいね。これなんか振り付けもすごく覚えやすそうですよね。ライブとかではみんな一緒に歌ったりするのかな、 Kiss-My-Fut2 のメンバーとキスタンのみんなで。すごく盛り上がりそうですよね。次いきますよ。おつ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 ね、覚えやすそうですよね。で今ねやってみて思いました。めっちゃ楽しい。これはいいなあ。こういう風にねみんなで盛り上がれる振り付け最高ですね。次いきますよ。あー美味しそう。めちゃくちゃ美味しそう。僕ね今ね時間が夜の7時を過ぎたところなんですけど、まだね晩ご飯を食べてないんですよ。飯テロってやつですね。お腹空いてる時にねこのミュージックビデオを見てしまうと一気にね食欲が湧いてしまいますね。めちゃくちゃ美味しそうです。次いきますよ。えい、よかった。めちゃくちゃ楽しいですね。お疲れ様ですのミュージックビデオ。以上、Kiss-My-Fut2 お疲れ様です。フューチャリングサンドウィッチマン。歌声分析はここで終了です。いやー、めちゃくちゃ楽しい気持ちになれるミュージックビデオですね。そして個人的には Kiss-My-Fut2 のメンバーとサンドウィッチマンのコラボレーションのミュージックビデオっていうのはすごく意外でした。で見てみたらすごく楽しそうだし、終始ねほっこりしちゃいました僕は。で曲もねみんなで盛り上がれる感じがすごくいいですよね。なんか Kiss-My-Fut2 のライブでキスタンの皆さんと一緒に盛り上がってるシーンのイメージがですねこう頭に浮かんでくるというか、なんかそういったね曲だなっていうふうに思いました。次回こそですね Kiss-My-Fut2 の I Miss You の歌声分析動画を公開しようと思います。本当にねお待ちいただいているキスタンの皆さん、予定変更ばっかりで大変申し訳ございませんでした。次回こそは公開しますので、ぜひまた見に来ていただけたらなというふうに思います。これからも Kiss-My-Fut2 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。